序章。あなたはなぜその視線が気になるのか。今日あなたに一つ質問をさせてください。電車の中、職場のデスク、あるいはスーパーのレジに並んでいるとき、なぜか視線を感じることはありませんか。ふと顔を上げると誰かがこちらをじっと見ている。目があっても相手はなかなか視線をそらさない。そういう経験が一度や二度ではなく何度も繰り返されている。そう感じている方は今日この動画をぜひ最後まで聞いてください。この動画ではじろじろ見てくる人という現象を心理学、脳科学、社会学の3つの視点から徹底的に解明していきます。なんとなく不快だと感じていた視線の正体が今日この動画を通じてはっきりと理解できるようになります。そしてその視線に対してどう向き合えばいいのか、具体的な行動と思考のヒントをお伝えしていきます。まず最初に一つの事実をお伝えします。人間は1日に平均して数百回から数千回他者の視線を無意識に処理していると言われています。これはオックスフォード大学のサイモン・バロン・コーエン教授が視線検出システムと名付けた人間が生まれながらに持っている脳の機能によるものです。つまり誰かに見られているという感覚は決してあなたの気のせいでも神経過敏でもない。それは人間の脳が本能レベルで行っている精巧な情報処理の結果なのです。ではなぜ特定の誰かのことがじろじろ見てくる人として記憶に残るのでしょうか。それにはいくつかの深いメカニズムが絡み合っています。今日はその全てを一つ一つ丁寧に解き明かしていきましょう。第1章、視線とは何か。脳と目が語る見るという行為の正体。そもそも見るという行為は人間にとってどういう意味を持つのでしょうか。私たちは普段視線をただの目の動きとして捉えがちです。しかし心理学の世界では視線は言葉と同等かそれ以上の情報を持つコミュニケーション手段として研究されてきました。イギリスの社会心理学者マイケル・アーガイルは1976年に著書ゲイズ&ミューチュアル・ゲイズの中でこう述べています。人は会話の中で相手の目を見ることで信頼を確認し、視線をそらすことで思考を整理する。視線のやり取りは言語よりも古い人間の根源的なコミュニケーションの形であると。これは非常に重要な視点です。言葉が生まれる前から私たちの祖先は視線によって感情を伝え、危険を察知し、仲間との絆を確かめていたのです。ではじろじろ見るという行為はこの視線のコミュニケーションの中でどのような位置づけになるのでしょうか。通常の自然な視線交換には一定のリズムとルールがあります。会話中、人は相手の目を見ながら話し、相手が話している時は聞きながら視線を合わせ、そして適切なタイミングで視線をそらす。社会学者のアービング・ゴフマンはこれを市民的無関心と呼びました。公共の場で見知らぬ人と目が合った時、お互いにあなたの存在は認識していますが、特別な意図はありませんというメッセージを無言のうちに交わす。この暗黙のルールが社会的な秩序を保っているとゴフマンは指摘しています。ゴフマンの著書「ビヘイビア・イン・パブリック・プレイセズ」の中でこの概念は詳しく説明されており、私たちが都市生活において毎日何百人もの他人とトラブルなく共存できているのは、この市民的無関心というルールを無意識に守っているからだとされています。ところがじろじろと見てくる人はこのルールを破っています。目があっても視線をそらさない。関係のない場面でじっと観察するように見つめる。これは社会的なルール違反であり、見られた側が不快感や警戒心を覚えるのはゴフマンの理論から見ても極めて自然な反応なのです。ではなぜそのルール違反が起きるのか。それを理解するためには見る側の脳と心理に何が起きているかを深く掘り下げる必要があります。人間の脳には扁桃体と呼ばれる部位があります。ここは感情の中枢であり、特に恐怖、警戒、欲求といった原始的な感情と深く結びついています。神経科学者のジョセフ・ルドゥの研究によれば、人間が誰かの顔を認識するとき、その情報は大脳皮質を経由する前にまず扁桃体に届きます。つまり私たちはなぜこの人を見ているのかを論理的に考える前に、すでに感情的本能的な反応として見てしまっているのです。この事実は非常に重要です。じろじろ見てくる人の中には、自分が相手をじろじろ見ていること自体に必ずしも自覚がない場合があります。それは意地悪でも恋の嫌がらせでもなく、脳の自動処理が無意識にそうさせているケースも確かに存在するのです。しかしだからといって見られた側の不快感が否定されるわけではありません。むしろなぜ自分が不快に感じるのかを正確に理解することで、
その感情に振り回されずに済むようになります。もう一つ、視線に関する重要な研究をご紹介します。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンは、感情的なメッセージが矛盾して伝わる特定の状況における研究の中で、そのような場面では言語情報の占める割合が非常に小さく、声のトーンや表情などの非言語情報が大きな役割を果たすことを示しました。この研究が示すことは何でしょうか。それは、視線そのものが一つのメッセージとなり得るということです。あなたが気になる。あなたを警戒している。あなたに興味がある。あなたに敵意を持っている。これらすべてのメッセージが言葉を一切使わずに視線だけで伝わってしまうことがあります。だからこそ、じろじろとした視線は言葉による暴言と同様の心理的ダメージをもたらすことがあります。これは大げさな話ではありません。心理学の研究では、慢性的に他者の視線にさらされることで、コルチゾールの分泌量が増加し、長期的には不安症状や自己評価の低下につながる可能性があることが示されています。つまり、じろじろ見られることは、気持ちの問題だけでなく、身体と心に実際の影響を及ぼす現象なのです。この章のまとめとして、重要な3点を整理しておきましょう。1つ目、視線は人間が持つ最も古いコミュニケーション手段であり、言語以上の情報を持つ場合があります。2つ目、社会には市民的無関心という暗黙の視線ルールが存在し、じろじろ見るという行為はそのルール違反です。3つ目、見る側の脳では扁桃体が関与しており、無意識に見てしまっているケースも存在します。しかし、不快感を覚える見られた側の反応もまた、脳と身体の自然な防衛反応です。次の章では、いよいよじろじろ見てくる人が持つ心理的なパターンを7つに分類して詳しく解説していきます。なぜあなたは見られるのか、そして見てくる相手の心の中で何が起きているのか、その答えが次の章で明らかになります。第2章、じろじろ見てくる人が持つ7つの心理パターン。それでは、じろじろ見てくる人の心理を7つのパターンに分類して解説していきます。これらは互いに独立したものではなく、複数のパターンが同時に存在することもあります。相手がどのパターンに当てはまるかを理解することで、あなたの対応策が大きく変わってきます。ぜひ、あなたの身近にいるあの人を思い浮かべながら聞いてみてください。パターン1、優位性の確認。マウンティング視線。まず最初のパターンは、優位性の確認から来る視線です。社会心理学者のスーザン・フスクは、著書、エンビーアップ、スコーンダウンの中で、人間は常に他者との社会的地位を比較し、自分の立ち位置を確認しようとする傾向があると述べています。この社会的比較の欲求が強い人ほど、他者をじろじろと観察する傾向があります。彼らが見ているのは、あなたの外見だけではありません。あなたの服装、姿勢、持ち物、表情、立ち居振る舞い、これらすべてを自分と比べて、あの人はどの位置にいるのかという基準で無意識に評価しています。このタイプの視線には、ある特徴があります。視線の方向が上から下へとゆっくり流れるように動くことが多いのです。これは心理学的にスキャニング行動と呼ばれており、相手の全体像を把握して評価しようとする本能的な動作です。職場や学校でこのタイプの視線を向けてくる人は、自分の地位や評価に対して強い不安を抱えていることが多いとされています。自分が脅かされるかもしれないという無意識の恐怖が他者を観察することで少し和らぐのです。フィスクの研究では、社会的地位への不安が高い人ほど他者の外見や行動への注目度が上がることが統計的に示されています。パターン2、嫉妬と羨望。あなたが持っているものへの渇望。2つ目のパターンは、嫉妬と羨望から来る視線です。これは先ほどの優位性確認と似ていますが、本質的に異なります。優位性確認が自分と比べる行為であるのに対し、嫉妬と羨望は相手が持っているものを自分も欲しい、あるいは相手が持っていることが許せないという感情から来ています。心理学的には、嫉妬は自己評価の低さと密接に関連していることが多くの研究で示されています。オランダの心理学者ニルス・ファン・デ・フェンの研究チームは、嫉妬には2種類あることを明らかにしました。一つは良性の嫉妬で、相手の成功や魅力を見て自分もああなりたいという向上心に転換されるタイプ。もう一つは悪性の嫉妬で、あの人があれを持っているのが気に食わない、引きずり下ろしたいという破壊的な感情に転換されるタイプです。じろじろ見てくる人の視線が、なんとなく敵意を帯びているように感じられる場合、この悪性の嫉妬が背景にある可能性があります。重要なのは、嫉妬の対象になるということは、
あなたが相手にとって羨ましいと感じさせる何かを持っているということです。それは外見かもしれませんし、才能かもしれません。人間関係の豊かさかもしれませんし、自信に満ちた立ち居振る舞いかもしれません。いずれにせよ、嫉妬の視線は見る側の内的な問題から発生しており、見られる側のあなたに本質的な問題があるわけではありません。パターン3、好奇心と珍しさ、異質なものへの本能的反応。3つ目のパターンは、純粋な好奇心や珍しさへの反応から来る視線です。人間の脳には新規性探索と呼ばれる機能があります。これは見慣れないもの、普段と異なるものに対して自動的に注意が向く脳の仕組みです。つまり、普段と違う外見、特徴的なファッション、目立つアクセサリー、珍しい体型や雰囲気を持つ人に対して脳は自動的にこれは何だろうという信号を出してしまうのです。これは悪意でも嫌がらせでもなく、人間が持つ本能的な情報収集行動の一環です。しかし、だからといって見られる側が我慢しなければならないということにはなりません。この種の視線に特徴的なのは短時間で終わることが多い点です。脳がなるほどこういう人かと認識した瞬間に注目度が下がります。逆に言えば、この好奇心型の視線がいつまでも続く場合、そこには好奇心以外の別の心理が加わっている可能性が高いということになります。パターン4、警戒と防衛。あなたを脅威と認識している心理。4つ目のパターンは、警戒と防衛から来る視線です。動物行動学者のコンラート・ローレンツは、生物は自分のテリトリーや地位を脅かす存在に対して攻撃か闘争かのどちらかの反応を示すと述べました。これはいわゆる闘争反応として知られています。人間社会においてもこの本能は完全には消えていません。職場での昇進争い、グループ内でのポジション争い、あるいは恋愛における競合関係など、さまざまな文脈で人は他者を潜在的な脅威として無意識に分類することがあります。あなたが優秀であるほど、魅力的であるほど、あるいは特定のグループの中で影響力を持っているほど、あなたを脅威として認識する人が現れる可能性が高まります。この警戒型の視線は目を細めるように見てくる、あるいは視線を合わせながらも表情が硬いという特徴を持つことが多いとされています。社会心理学者のタジフェルト・ターナーが提唱した社会的アイデンティティ理論によれば、人は自分が属するグループの優位性を保とうとする傾向があり、そのグループを脅かす存在に対しては自動的に警戒心が高まります。あなたが新しいグループに加わった時、特にジロジロとした視線を感じやすいのは、このメカニズムが働いているからかもしれません。パターン5、支配欲と管理、コントロールしたいという欲求。5つ目のパターンは、支配欲と管理欲求から来る視線です。心理学者のアルフレッド・アドラーは、人間の問題行動の多くが優越性の追求と劣等感の保障から来ていると述べました。支配欲の強い人は他者を観察し、管理し、コントロールすることで自分の優越性を確認しようとします。このタイプの視線を向けてくる人は、単に見るだけでなく、その後に何らかの干渉や指摘、評価を行ってくることが多いという特徴があります。さっきこうしていたよね。なんでああしたの？こうしなきゃダメだよ。こういった言葉が視線とセットになって現れる場合、それは支配欲型のパターンである可能性が高いです。発達心理学の観点からは、このタイプは幼少期に自分自身が強くコントロールされた環境で育ったケースに多く見られるとされています。自分がコントロールされてきた経験が他者をコントロールすることで自分の安心感を得るという行動パターンに変換されているのです。パターン6、無意識の性的関心、自覚なき視線。6つ目のパターンは、無意識の性的関心から来る視線です。これは非常にデリケートなテーマですが、正確に理解することが重要なので、学術的な観点から丁寧にお伝えします。人は他者の外見に対して性的な関心を持つとき、その関心が意識に上る前に、すでに視線が向いていることが多いという研究結果があります。つまり、見てやろうと意図する前に、視線がそちらに向いているのです。問題は、その無意識の視線が長時間続いたり、繰り返されたりすることで、見られた側に明確な不快感と心理的ダメージを与えるという点です。見る側に自覚がないからといって、見られる側の被害が軽減されるわけではありません。近年、国際的にも議論が活発化している性的な視線によるハラスメントの問題は、まさにこの無意識性と被害の明確性のギャップから生まれています。パターン7、孤独と関心欲求、つながりを求める視線。7つ目のパターンは、孤独と関心欲求から来る視線です。
これは最も見落とされがちなパターンですが、実は非常に多くのジロジロ見てくる人がこのカテゴリーに属しています。社会心理学者のロイバウマイスターとマーク・リアリーは1995年の論文「ザ・ニード・トゥ・ビロング」の中で、人間には所属したい、誰かとつながりたいという根源的な欲求があることを示しました。この欲求が満たされていない人は他者への関心が過剰になる傾向があります。孤独な人ほど他者の行動を細かく観察し、その人のことを知りたいという欲求を視線という形で表現してしまうのです。このタイプの視線は敵意や悪意を含まないことが多く、むしろどこか寂しげな雰囲気を帯びていることがあります。高齢者や社会的に孤立した人が通りすがりの人をじろじろと見てしまうケースはしばしばこのパターンに当てはまります。以上、7つの心理パターンを見てきました。改めて整理すると、優位性の確認、嫉妬と羨望、好奇心と珍しさ、警戒と防衛、支配欲と管理、無意識の性的関心、そして孤独と関心欲求です。これらのパターンを知ることで、あの人がじろじろ見てくるのはこういう理由からかもしれないという客観的な視点が生まれます。その客観性こそが視線のストレスから自分を守る最初の鎧になります。次の章では、じろじろ見られやすい人には共通した特徴があるのかどうかを心理学と行動科学の観点から検証していきます。第3章、じろじろ見られやすい人の特徴。なぜあなたが狙われるのか。前の章では、じろじろ見てくる人の心理を7つのパターンに分類して解説しました。この章では視点を変えて、見られる側に焦点を当てていきます。じろじろ見られやすい人にはいくつかの共通した特徴があることが心理学や行動科学の研究から明らかになっています。ただし、最初に一つ非常に重要なことをお伝えしておきます。見られやすい特徴を持っているからといって見られることが当然だということには絶対になりません。これから解説する内容は、あなたが自分自身を責めるためのものでも、見る側の行為を正当化するためのものでもありません。あくまでもなぜこの現象が起きるのかを科学的に理解し、自分自身をより深く知るための知識として受け取ってください。特徴1、強いプレゼンスを持っている。まず最初の特徴は、強いプレゼンス、つまり存在感を持っているということです。心理学では存在感をその人が発する非言語的シグナルの総量として定義することがあります。姿勢、歩き方、視線の使い方、声のトーン、表情の豊かさ、これら全てが合わさってその人の存在感が形成されます。研究では、人が部屋に入ってきた時、その人の存在感の強さによって他の人々の視線が向く頻度と時間が異なることが示されています。存在感の強い人はそれだけ多くの視線を引き寄せます。これは必ずしもネガティブなことではありません。強いプレゼンスはリーダーシップや魅力と関連していることも多いからです。しかし同時に、それが望まない視線を集める原因にもなり得るということを知っておくことは重要です。アメリカの心理学者ブレント・シュレンカーは著書インプレッションマネジメントの中で、人は他者からどう見られるかを管理しようとする傾向があると述べています。存在感の強い人は意図せずしてこの印象管理のレーダーに引っかかりやすく、周囲の人々の注意を自然と集めてしまうのです。特徴に、感情が顔や態度に出やすい。2つ目の特徴は、感情が顔や態度に出やすいということです。心理学者のポール・エクマンは、人間の顔の表情に関する長年の研究の中で、表情の豊かな人は他者の注意を引きやすいことを明らかにしました。エクマンの著書エモーションズ・リビールドでは、人間は他者の顔の微細な変化を無意識に読み取ろうとしており、表情の変化が多い人ほど情報量が多い対象として脳が認識することが説明されています。喜び、驚き、怒り、悲しみ、これらの感情を率直に表現できる人は、それだけ周囲の人々にとって興味深い存在として映ります。感情が顔に出やすい人がじろじろ見られるケースでは、相手は次にどんな表情をするだろうという期待感から目を離せなくなっていることが多いのです。特徴3、自己肯定感と自信がにじみ出ている。3つ目の特徴は、自己肯定感と自信が態度や立ち居振る舞いににじみ出ているということです。これは一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。自信があって堂々としている人が、なぜ不快な視線の対象になるのかと。しかし心理学的に見ると、これは非常に理にかなっています。フィスクの研究では、自信に満ちた態度は周囲の人々に社会的脅威として認識されやすいことが示されています。特に自己肯定感が低い人や
自分の立場に不安を感じている人にとって、堂々とした態度の人は無意識のうちに警戒と嫉妬の対象になります。アドラー心理学の観点から見れば、自信のある人の存在は劣等感を刺激するトリガーになり得ます。その劣等感が保証行動としてじろじろ見るという形で現れることがあるのです。これはつまり、あなたが堂々としているほど見られやすくなるという皮肉な現実でもあります。しかしこの事実を知ることで、視線に対して萎縮する必要はないということが改めて理解できるでしょう。特徴4、他者と異なる何かを持っている。4つ目の特徴は、他者と異なる何かを持っているということです。人間の脳はパターンから外れた情報に対して自動的に注意を向けます。これをオリエンティング反応と呼び、生理学者のイワン・パブロフが体系的に記述した概念です。服装が個性的である、身体的な特徴が目立つ、話し方や歩き方に独特のリズムがある、こういった周囲とは異なる何かは他者の脳に自動的にオリエンティング反応を引き起こします。重要なのは、この反応はその人の意思や意図とは無関係に起きているという点です。見る側は見てやろうと思っているわけではなく、脳が自動的にあれは何だという信号を出しているのです。しかしながら、その後も視線を向け続けるかどうかは、その人の社会的なマナーと自己制御能力によって決まります。最初の一瞬、目が向くのは本能的な反応として理解できても、それが長時間続くじろじろとした視線になる場合には、そこに別の心理的要因が加わっていると考えるべきです。特徴5、境界線が曖昧で反応を返しやすい。5つ目の特徴は、心理的な境界線が曖昧で、不快な視線に対して反応を返しやすいということです。これは心理学で強化と呼ばれるメカニズムと関係しています。行動心理学者の B.F. スキナーの研究によれば、ある行動がその後に何らかの反応を引き出すと、その行動は強化されて繰り返されやすくなります。じろじろ見てくる人があなたを見るとき、あなたが動揺した様子を見せたり、視線を気にして行動を変えたり、あるいは直接反応を示したりすると、見る側の脳にはその反応が報酬として処理されることがあります。つまり、あなたが反応するほど、相手はますます視線を向けるようになるという悪循環が生まれる可能性があるのです。これはあなたが悪いということではありません。不快な視線に反応してしまうのは、人間として極めて自然なことです。しかし、この仕組みを知っておくことで、後の章で解説する対処法の効果をより深く理解することができます。特徴6、過去にじろじろ見られた経験が過敏さを生み出している。6つ目の特徴は、過去にじろじろ見られた経験が積み重なることで、視線に対する過敏さが生まれているというケースです。心理学では観錯と呼ばれる現象があります。同じ刺激に繰り返しさらされることで、その刺激に対する反応が強くなっていく現象です。幼少期から見られる経験が多かった人、過去に視線によって傷ついた経験がある人は、他の人よりも視線に対して敏感になっている場合があります。その結果、実際には特別な意図のない視線であっても、じろじろ見られていると感じやすくなることがあります。これは決して気のせいや被害妄想ではありません。過去の経験が神経系に刻み込まれ、視線という刺激に対して自動的に警戒反応が起きているのです。精神科医の斎藤環は著書「承認をめぐる病」の中で、他者からの評価や視線に対する過敏さが現代人の心理的苦しみの重要な源泉の一つであることを指摘しています。もしあなたが自分は特に視線が気になりやすいと感じているなら、それはあなたの性格の弱さではなく、過去の経験によって形成された感受性の高さであると理解してください。この章を通じて、じろじろ見られやすい人の6つの特徴を見てきました。強いプレゼンス、豊かな感情表現、自信と自己肯定感、他者との違い、心理的境界線の曖昧さ、そして過去の経験による過敏さです。ここで改めて強調したいのは、これらの特徴のほとんどは、むしろあなたの魅力や個性と表裏一体であるという事実です。存在感があること、感情豊かであること、自信があること、個性的であること、これらはすべて人間として素晴らしい資質です。それが望まない視線を集めてしまうとしたら、問題はあなたではなく、その視線を向けてくる側の心理にあります。次の章では、視線が私たちの心と体に与える影響を、神経科学とトラウマ研究の視点からさらに深く掘り下げていきます。第4章、視線が心と体に与える影響。たかが視線では済まない科学的事実。たかが見られるだけじゃないか。気にしすぎだよ。もっと強くなれば平気になる。じろじろ見られることで悩んでいると誰かに打ち明けたとき、こういった言葉を返された経験がある方は少なくないと思います。しかし、この章でお伝えする科学的な事実は、
そういった言葉がいかに的外れであるかを明確に示しています。視線は私たちの心と体に対して非常に具体的かつ測定可能な影響を与えます。それは気の持ちようとか性格の強さとかそういった話ではありません。神経科学、内分泌学、トラウマ研究、これらの分野が積み重ねてきた研究成果が視線の影響の深刻さを証明しています。視線と脳の関係、扁桃体が引き起こす警戒反応。まず視線が脳に与える影響から見ていきましょう。人間の脳には感情の処理と危険の検知を担う扁桃体という部位があります。この扁桃体は他者の視線に対して非常に敏感に反応することが複数の神経科学研究によって示されています。イギリスのウェルカム神経画像研究センターが行った研究では、他者から直接視線を向けられた時、扁桃体の活動が優位に増加することが fMRI を使った実験で確認されました。特に見知らぬ人からの長時間の視線に対しては扁桃体が潜在的な脅威として反応するパターンが観察されています。この扁桃体の反応は自律神経系を通じて体全体に影響を与えます。心拍数の上昇、血圧の増加、筋肉の緊張、呼吸の変化、これらはすべて扁桃体が危険かもしれないという信号を全身に送った結果として現れる生理的反応です。つまりじろじろ見られた時に体が緊張したり心臓がドキドキしたりするのはあなたが弱いからでも神経質だからでもありません。それは人間の脳と体が正常に機能している証拠なのです。ストレスホルモンと視線、コルチゾールの恐ろしい連鎖。次に視線とストレスホルモンの関係について見ていきます。ドイツのトリア大学が2008年に発表した研究では、他者から評価的な視線を向けられる状況下に置かれた被験者の唾液中のコルチゾール濃度が視線のない状況と比較して優位に上昇することが示されました。コルチゾールはストレスホルモンとも呼ばれ、短期的には体をストレスに対処させるために機能しますが、長期的に高い状態が続くと様々な問題を引き起こします。免疫機能の低下、睡眠の質の悪化、記憶力と集中力の減退、気分の落ち込み、そして長期的には心血管系の疾患リスクの上昇まで、コルチゾールの慢性的な上昇がもたらす影響は、私たちの生活の質に直接的な打撃を与えます。職場や学校で毎日のようにじろじろとした視線にさらされている場合、それは単に気分が悪いという話ではなく、あなたの身体に対して継続的なダメージを与え続けているということを意味します。社会的評価脅威との見られることへの根源的な恐怖。さらに深い視点から見てみましょう。心理学者のマーク・リアリーは社会計量期理論を提唱しました。この理論によれば、人間の自尊心は単なる自分の気持ちではなく、社会的な受け入れと排除のシグナルを測定するゲージとして機能しているとされています。つまり、他者からの否定的な視線や評価的な視線は、私たちの自尊心ゲージを直接的に下げる効果を持つということです。進化心理学的な観点から見ると、これには明確な理由があります。人類の長い歴史の中で、集団から排除されることは死を意味しました。孤立した個人は、捕食者から身を守ることも、食料を確保することも極めて困難だったからです。そのため人間の脳は他者からの否定的な評価や排除のシグナルに対して生命の危機と同等の強さで反応するよう進化してきたと考えられています。否定的な視線を向けられることがなぜあれほど心に刺さるのか。それは私たちの脳がその視線を社会的な排除の予兆として解釈するからです。これは理性で気にしなければいいと思ってもなかなかコントロールできない理由の一つでもあります。なぜなら、この反応は理性が働く大脳皮質よりも深い層で、自動的に処理されているからです。視線とトラウマ、繰り返される視線が心に刻むもの。特に重要なのが、慢性的な視線ストレスとトラウマの関係です。精神医学的な観点から、トラウマとは単に大きな一つの出来事によって生じるものだけではありません。複雑性 PTSD という概念が示すように、小さなストレスが長期間にわたって繰り返されることでも深刻なトラウマ的影響が生じることがあります。アメリカの精神科医ジュディス・ハーマンは著書「トラウマ&リカバリー」の中で、慢性的な対人ストレスが人の自己認識、感情調整能力、そして対人関係に与える深い影響を詳細に記述しています。職場や学校で毎日のようにじろじろとした視線にさらされ続けることは、この意味においてトラウマ的な影響を生む可能性があります。具体的には、常に誰かに見られているという感覚が消えなくなる価格性状態が生じ、公共の場に出ることへの恐怖が形成され、
自分の外見や行動に対する過度な自意識が慢性化するといった症状が現れることがあります。これらは気の持ちようで解決できる問題ではなく、適切な理解と対処が必要な心理的な状態です。視線と自己格体化、見られることが自己認識を変える。もう一つ、非常に興味深い研究があります。心理学者のバーバラ・フレドリクソンとトミー・アン・ロバーツが1997年に提唱した格体化理論です。この理論によれば、他者から外見を評価されたり、視線にさらされたりする経験が繰り返されると、人は自分自身を外から見られる対象として捉えるようになる傾向があります。これを自己格体化と呼びます。自己格体化が進むと、自分の内面の感覚や感情よりも、自分がどう見えているかへの注意が優先されるようになります。その結果、常に自分の外見を監視し続ける認知的な負荷が生まれ、本来の課題や活動への集中力が低下します。この自己格体化は特定の状況で強制的に外見を評価される経験に繰り返しさらされた人に生じやすく、じろじろとした視線を慢性的に受けてきた人にも同様のメカニズムが働く可能性があります。視線ストレスが人間関係に与える影響。視線のストレスは個人の心身だけでなく、人間関係にも広範な影響を与えます。まず、視線ストレスを慢性的に経験している人は、新しい環境や人間関係に踏み出すことへの恐怖が強まる傾向があります。また見られるかもしれないという予期不安が行動範囲を狭め、社会的な孤立を促進する可能性があります。また、視線ストレスによって活性化された扁桃体は、他者の表情や行動に対する読み取りを歪める可能性があります。脅威を感知するように設定されたアンテナは、中立的な視線も攻撃的なものとして解釈しやすくなります。その結果、実際には悪意のない人に対しても警戒心が高まり、人間関係全体が守りに入った状態になってしまうことがあります。社会心理学者のジョン・カシオポは、社会的脅威への過敏さが孤独感を強化し、孤独感がさらに社会的脅威への過敏さを高めるという悪循環を形成することを研究の中で示しています。たかが視線という言葉の暴力性。この章の最後に、もう一度たかが視線という言葉について考えてみましょう。ここまで見てきたように、視線は脳の扁桃体を活性化させ、ストレスホルモンを分泌させ、自尊心を揺さぶり、長期的にはトラウマ的な影響を生む可能性がある刺激です。それをたかが視線、気にしすぎと片付けることは、科学的に見ても明らかに誤りです。そして何より、視線のストレスで苦しんでいる人に対して、そういった言葉を向けることは、その苦しみをさらに深める可能性があります。なぜなら、こんなことで苦しむ自分はおかしい、弱いという自己否定が加わることで、ストレスは二重になるからです。あなたが視線によって受けている不快感や苦しみは、正当なものです。それは科学が証明していることであり、あなたが弱いからでも、繊細すぎるからでもありません。次の章では、視線のストレスが特に問題になりやすい場面として、職場における視線ハラスメントについて詳しく見ていきます。第5章、職場における視線ハラスメント、逃げられない環境での視線の暴力。職場は、私たちが一日の大半を過ごす場所です。家族でもなく、自分で選んだ友人でもない人たちと、長時間同じ空間を共有しなければならない。この逃げにくさこそが、職場における視線のストレスを特に深刻なものにしています。街中でじろじろ見てくる見知らぬ人であれば、その場を離れることができます。しかし職場では、毎日同じ人と顔を合わせ続けなければなりません。視線のストレスが積み重なり、逃げ場がなく、しかも生活のために辞めることも簡単にはできない。この章では、職場という特殊な環境における視線の問題を、組織心理学と労働衛生学の観点から深く掘り下げていきます。職場における視線の種類と特徴。職場で経験する視線のストレスには、大きく分けて3つの種類があります。1つ目は監視型の視線です。上司や管理職が部下の行動を細かく観察し続けるケースがこれにあたります。仕事の進捗確認という名目であっても、その視線が過剰であったり、プライベートな行動にまで及ぶ場合、それは適切な管理を超えた監視になります。2つ目は評価型の視線です。同僚や先輩が仕事のパフォーマンス以外の要素、つまり外見、服装、体型、表情などを評価するように観察してくるケースです。この視線は特に職場に新しく加わった人や何らかの変化があった人に向けられやすい傾向があります。3つ目は敵対型の視線です。職場内の人間関係のトラブルや利害の対立から生まれる視線です。見られる側に対する明確な敵意や競争意識が背景にあります。
なぜ職場の視線は特に深刻なのか。組織心理学の視点。組織心理学者のクリスティーナ・マスラックは、職場におけるストレスの研究で世界的に知られる研究者です。マスラックが提唱したバーンアウト理論では、職場ストレスの主要な要因として、コントロール感の喪失が挙げられています。コントロール感とは、自分の状況や環境に対して自分がある程度影響力を持てるという感覚です。職場でじろじろとした視線にさらされ続けるとき、人はこのコントロール感を著しく失います。見られているかもしれないという感覚が常にあると、自分の行動を自由に選択できないという感覚が生まれます。どこに座るか、いつ席を立つか、どんな表情をするか、誰と話すか、これらの当たり前の行動のすべてが、視線への意識によって制約されてしまうのです。マスラックの研究では、コントロール感の喪失が継続すると、職業的な疲弊が急速に進行することが示されています。さらに、職場という環境特有の問題として、権力の非対称性があります。上司から部下への視線の場合、部下には見られることを拒否するという選択肢がほとんどありません。この権力の非対称性が、職場における視線のストレスを特に根深いものにしています。視線ハラスメントの法的社会的位置づけ。近年、国際的に視線によるハラスメントの問題が注目されるようになっています。日本においても、厚生労働省が定めるパワーハラスメントの定義は、2019年の改正労働施策総合推進法によって拡張されており、この侵害という類型の中に、過剰な監視行為が含まれることが明確化されています。過剰な監視とは、業務上の必要性を超えて、従業員の行動を監視し続ける行為を指します。視線による監視がこれに当たる可能性は十分にあります。また、セクシュアルハラスメントの文脈では、性的ないと思った視線が、言語的な性的嫌がらせと同様に問題となり得ることが、複数の法的判断の中で示されています。2017年以降、世界的に広まった社会的な運動の中でも、身体的な接触だけでなく、性的な視線による不快感が、被害の重要な要素として語られるケースが多くありました。ただし現実的には、視線のハラスメントは証拠化が難しく、被害者が声を上げても軽視されることが少なくありません。この問題の解決には、社会全体の認識の変化と、組織レベルでの明確なガイドラインの整備が必要です。監視型上司の心理、コントロールという名の不安。ここで少し視点を変えて、職場で過剰に監視してくる上司や先輩の心理について深く掘り下げてみましょう。過剰な監視を行う管理職の心理的プロファイルについては、組織心理学の分野で多くの研究が蓄積されています。その中で一貫して浮かび上がってくるのが、不安というキーワードです。過剰な監視を行う管理職の多くは、自分のコントロールが及ばない状況に対して強い不安を感じており、その不安を部下の行動を管理することで解消しようとしています。これは心理学者のアーロン・ベックが研究したコントロール信念と深く関連しています。コントロール信念が歪んでいる人、つまり全てを把握管理できなければ問題が起きるという信念を持つ人は、監視的な行動を取りやすいとされています。また、自己効力感が低い管理職ほど、部下を細かく監視する傾向があることも研究で示されています。自分のマネジメント能力に自信がないため、部下の行動すべてを把握することで安心感を得ようとするのです。この視点から見ると、あなたを監視観察し続ける上司や先輩は、その視線の裏に深い不安と自信のなさを抱えているということになります。これはその行為を許容するための理由にはなりませんが、相手の行動を客観的に理解するための重要な視点です。職場における視線ストレスの身体的影響。労働衛生学の観点から、職場における視線ストレスが身体に与える影響についての研究が蓄積されています。スウェーデンのカロリンスカ研究所が行った長期的な研究では、職場での対人ストレスが高い労働者は、そうでない労働者と比較して、心血管疾患のリスクが優位に高いことが示されました。また、日本においても、厚生労働省が実施した労働者健康状況調査では、職場の人間関係に起因するストレスが、業務量や長時間労働に並ぶ主要なストレス要因として挙げられています。特に注目すべきは、視線ストレスと睡眠の関係です。明日また職場に行ったら、またあの視線を感じるかもしれないという予期不安が、睡眠の質を著しく低下させます。睡眠の質の低下は、翌日の認知機能、感情調整能力、免疫機能に悪影響を与え、それがさらにストレスへの脆弱性を高めるという負のスパイラルを形成します。これは単なる職場のちょっとした不快感ではなく、
あなたの健康を長期的に蝕む問題として捉えるべきです。視線ハラスメントが起きやすい職場環境の特徴。視線によるハラスメントが特に起きやすい職場環境にはいくつかの共通した特徴があります。まず、心理的安全性が低い職場です。心理的安全性とは、組織内で自分の意見や感情を安心して表現できるという感覚のことで、ハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソンが提唱した概念です。心理的安全性が低い職場では、不適切な行為に対して声を上げることが難しく、視線ハラスメントが見過ごされやすくなります。次に、成果主義と競争が過度に強調された職場です。このような環境では、同僚は仲間ではなく競争相手として捉えられるため、互いを評価、監視するような視線が生まれやすくなります。また、多様性への理解が乏しく、均一性を重視する職場環境も、視線ハラスメントが起きやすい文脈を作り出します。職場での視線ストレスへの具体的な対処アプローチ。職場での視線ストレスに対する具体的なアプローチを整理しておきましょう。まず最も重要なのは、記録をつけることです。いつ、どこで、誰から、どのような視線を向けられたかを、日付と状況とともに記録しておくことは、後々の対処において非常に重要な意味を持ちます。視線によるハラスメントは証拠化が難しいですが、記録の積み重ねは状況を客観的に把握するためにも、必要に応じて相談窓口に申し出るためにも役立ちます。次に、信頼できる同僚や第三者に状況を共有することです。視線のストレスは、一人で抱え込むことで心理的な重さが増します。職場内で信頼できる人に話すこと、あるいは職場外のカウンセラーや相談窓口を利用することで、孤立感が軽減されます。また、業務上の必要最低限のコミュニケーション以外で相手との接触を減らすこと、座席の配置変更や業務の調整を上長に相談することなど、物理的な距離を確保する工夫も有効なアプローチです。この章では、職場という特殊な環境での視線ストレスについて、組織心理学、労働衛生学、法的側面から包括的に見てきました。職場での視線のストレスは、あなたの健康、パフォーマンス、そして人生の質に直接的な影響を与える深刻な問題です。次の章では、視線のストレスと深く関連している承認欲求と自己評価の関係について掘り下げていきます。第6章承認欲求と自己評価。なぜ人は他者の視線をこれほど気にするのか。ここまでの章で、視線の科学的な影響と職場における問題を詳しく見てきました。この章では、さらに根本的な問いに迫ります。なぜ私たちは、他者の視線をこれほどまでに気にするのでしょうか。気にしなければいいと頭では分かっていても、なかなかそうできない。この章を読み終えたとき、その理由が明確に理解できるようになります。そしてその理解こそが、視線への向き合い方を根本から変える第一歩になります。承認欲求の正体。マズローを超えた現代の理解。承認欲求という言葉は、心理学者のアブラハム・マズローが提唱した欲求の階層理論の中で広く知られるようになりました。マズローは人間の欲求を5段階のピラミッドとして整理し、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求という順序で示しました。しかし現代の心理学は、マズローの理論をさらに精緻化し、承認欲求の理解を深めています。ニューヨーク大学の心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した自己決定理論では、人間の基本的な心理的欲求として、有能感、自律性、そして関係性の3つを挙げています。この3つの欲求の中でも、関係性の欲求は視線と深く関連しています。他者とつながっていると感じるためには、他者から認識され、見られ、受け入れられる必要があります。視線はその認識の最も直接的なシグナルです。だからこそ、他者の視線に対して私たちは強く反応するのです。良い視線はあなたはここにいていいというメッセージとして受け取られ、否定的な視線はあなたはここにいるべきではないというメッセージとして受け取られます。この解釈が私たちの感情を大きく動かします。自己評価の2つの源泉。内的基準と外的基準。自己評価には大きく2つの源泉があります。1つは内的基準に基づく自己評価です。これは自分自身の価値観、目標、行動規範に照らして自分はどうかを判断するもので、他者の評価に左右されにくい安定した自己評価の形です。もう一つは外的基準に基づく自己評価です。これは他者からの評価、視線、反応に基づいて自分はどうかを判断するもので、他者の反応によって大きく揺れ動く不安定な自己評価の形です。多くの研究が示しているのは、
外的基準への依存度が高い人ほど他者の視線に対して敏感に反応し、心理的な安定性が低くなるという傾向です。複数の心理学研究では、自己評価を他者の評価に依存している人は、否定的な視線を向けられた時の心理的なダメージが内的基準を持つ人と比較して優位に大きいことが示されています。では、なぜ外的基準への依存が生まれるのでしょうか。それには発達的な背景があります。幼少期の経験が作る視線への感受性。私たちが視線に対してどれほど敏感であるかは、幼少期の経験と深く関係しています。発達心理学者のジョン・ボールビーが提唱した愛着理論によれば、幼少期に養育者との間に形成される愛着のパターンが、その後の対人関係における感受性の基盤を作ります。安定した愛着を形成できた子供は、他者の反応に対して適度な感受性を持ち、否定的な反応があっても自己評価が大きく揺らぎにくい傾向があります。一方、養育者から一貫した肯定的な反応を得られなかった子供は、他者の反応に対して過度に敏感になる不安定な愛着を形成しやすいとされています。特に、幼少期に外見や行動を頻繁に批判されたり、否定的な視線や評価にさらされてきた経験は、視線に対する過敏さを形成する大きな要因になります。また、あんな目で見られた、あの視線が怖いという感覚が日常的であった子供は、視線というものが脅威と結びついた形で神経系に刻み込まれます。これは意志の力でどうにかなるものではなく、神経系レベルで形成されたパターンです。しかし同時に、適切なアプローチによって変化させることが可能なパターンでもあります。見られたいと見られたくないの葛藤。ここで一つ、非常に興味深い心理的な葛藤についてお話しします。人間は同時に見られたいという欲求と見られたくないという欲求を持っています。承認欲求の観点から言えば、私たちは他者から認識され、肯定的に評価されることを望んでいます。しかし同時に、否定的に評価されることへの恐怖から、視線そのものを避けたいという気持ちも持っています。心理学者のマーク・リアリーはこの葛藤を自己提示の葛藤と名付けました。自分をよく見せたい、認められたいという欲求が強い一方で、失敗したり否定されたりすることへの恐怖から目立つことを避けようとする。この葛藤が強い人は、特に視線に対して複雑な反応を示します。じろじろ見られることが不快でたまらないのに、なぜかその視線が気になって仕方ない。見られることを避けたいのに、見られていないと不安になる。こういった一見矛盾した感情は、この見られたい見られたくないの葛藤から来ています。SNS 時代が増幅させる視線への意識。現代社会において、視線への意識はかつてないほど増幅されています。その最大の要因の一つが、ソーシャルメディアの普及です。各種 SNS プラットフォームでは、自分の外見や行動を世界中の人々に見せることが日常的になりました。いいねの数、フォロワー数、コメントの内容、これらすべてが他者からの評価を可視化し、数値化するシステムです。オックスフォード大学のエイミー・オーベン博士らの研究では、SNS の利用頻度と外見に関する自意識の強さが性の相関関係にあることが示されています。特に若年層において、SNS を通じた見られることへの意識が、対面での視線に対する感受性を高める可能性があることも指摘されています。デジタル空間での視線に常にさらされることで、現実空間における他者の視線への敏感さが増していると考えられます。また、SNS には比較の文化があります。他者の写真、充実した生活の投稿を日常的に目にすることで、自分自身への評価基準が歪み、現実の他者の視線が評価と批判として感じられやすくなります。承認欲求との健全な付き合い方、自己評価の軸を育てる。では、承認欲求とどのように向き合えばいいのでしょうか。まず重要なのは、承認欲求そのものを否定しないことです。承認欲求を持ってはいけない、他者の目を気にしてはいけないという考え方は、人間の根本的な心理的欲求を否定するものであり、かえって問題を深めることがあります。承認欲求は人間として自然な欲求です。問題はその欲求の満たし方にあります。外的基準への過度な依存から、内的基準に基づく自己評価への移行。これが視線へのストレスを軽減するための根本的なアプローチです。心理学者のクリストファー・ガーマーが提唱したセルフコンパッションの概念は、この内的基準の育成に関して非常に重要な示唆を与えています。セルフコンパッションとは、自分自身に対して親友や大切な人に接するような温かさと理解を持って接することです。ガーマーとクリスティン・ネフの研究では、セルフコンパッションの高い人は、
他者の視線や評価に対する心理的な耐性が高く、ネガティブな評価を受けてもより早く回復することが示されています。自分の物語を持つことの力、承認欲求と視線への過剰な反応に対するもう一つの重要なアプローチがあります。それは自分の物語を持つということです。心理学者のダン・マクアダムスは、人間は自分の人生を物語として意味づけることでアイデンティティを形成するというナラティブアイデンティティ理論を提唱しました。自分がどのような人間であり、どこから来てどこへ向かっているのかという物語を明確に持っている人は、他者の評価や視線に対して心理的な距離を保ちやすいとされています。なぜなら、自分の物語の主人公は自分自身であり、他者の視線はその物語の一部ではあっても、物語の方向性を決める権限は自分が持っているからです。一方、自分の物語が曖昧な人、自己アイデンティティが確立されていない人は、他者の視線や評価が自分を定義するものとして受け取られやすくなります。この章では、承認欲求と自己評価の深い関係、そして視線への感受性の根源について探ってきました。他者の視線をこれほど気にする理由は、人間の根本的な欲求であるつながりと承認への渇望にあります。そしてその感受性は、幼少期の経験、SNS 時代の影響、そして自己評価の構造と深く結びついています。次の章では、いよいよ実践的な対処法の解説に移ります。第7章、視線のストレスから自分を守る科学的根拠に基づく7つの対処法。ここまでの章で、視線の科学的なメカニズム、見てくる人の心理パターン、見られやすい人の特徴、視線が心身に与える影響、職場での問題、そして承認欲求との関係を詳しく見てきました。この章では、それらすべての知識を統合して、視線のストレスから自分を守るための具体的な方法をお伝えします。ここでご紹介する7つの対処法は、単なる気持ちの持ち方の話ではありません。それぞれに心理学的神経科学的な根拠があり、実践することで効果が期待できるものです。ただし、最初にお伝えしておきたいことがあります。これらの対処法は、視線のストレスをあなた一人の問題として解決するためのものではありません。視線によって不快感を与えている側に本質的な問題があることは、これまでの章で繰り返しお伝えしてきた通りです。対処法を学ぶことは、自分を守るための知恵を身につけることであり、見る側の行為を正当化することとは全く異なります。対処法1、認知の再構成。視線の意味を書き換える。最初の対処法は、認知の再構成です。認知の再構成とは、ある出来事に対して自動的に浮かぶ解釈を、意識的に別の視点から捉え直すことです。これは認知行動療法の中核的な技法の一つで、アーロン・ベックとアルバート・エリスの研究によって確立されました。視線のストレスに応用すると、次のような形になります。誰かにじろじろ見られたとき、私たちの脳は瞬時になぜ見ているのかという解釈を生成します。この時最も多く生成される解釈は、自分の何かがおかしいから見られている、批判されている、否定されているというネガティブなものです。しかしこの章の前半で学んだように、じろじろ見てくる人の心理には7つのパターンがあり、その多くは見られる側のあなたではなく、見る側の内的な問題から来ています。ここで実践してほしいのが、3つの代替解釈を生成するという技法です。誰かにじろじろ見られたと感じたとき、反射的に生まれたネガティブな解釈に対して、意識的に3つの異なる解釈を考えます。例えば、あの人はなぜか私が気になっているのだろう。自分の何かに強い関心を持っているのだろう。見る側の人が何らかの心理的な状況にあるのだろうといった具合です。これは嘘をついて自分を慰めることではありません。実際の可能性として考えられる解釈を複数持つことで、一つのネガティブな解釈に固執することを防ぐのです。2016年にジャーナル・オブ・コンサルティング・クリニカル・サイコロジーに掲載された研究では、認知の再構成を継続的に実践した被験者は、対人ストレスへの反応性が優位に低下し、心理的な柔軟性が向上したことが示されています。対処法に、グラウンディング技法。今この瞬間に戻る。2つ目の対処法は、グラウンディング技法です。視線のストレスを感じたとき、私たちの思考は見られている。どうしよう。また見られるかもしれないという未来への不安と過去の記憶の中を循環し始めます。この思考の循環から抜け出し、今この瞬間の現実に意識を引き戻すのがグラウンディング技法です。最も簡単に実践できるのが5、4、3、2、1技法です。今この瞬間に見えているものを5つ、
聞こえている音を4つ、触れているものの感覚を3つ、匂いを2つ、味を1つ、これらを順番に意識することで思考の循環が止まり、今この瞬間の具体的な現実に意識が戻ります。神経科学的に見ると、このグラウンディング技法は活性化した扁桃体の反応を落ち着かせ、前頭前皮質の活動を回復させる効果があります。トラウマ研究者のピーター・レビーンは著書の中で、身体感覚への意識的な注意がストレス反応の自律神経系への影響を調整する効果を持つことを示しています。職場や公共の場でジロジロとした視線を感じたとき、この5、4、3、2、1技法を静かに心の中で実践するだけで、ストレス反応の強さを優位に軽減できることが複数の臨床研究で確認されています。対処法3、情報の管理と境界線の設定。3つ目の対処法は、情報の管理と境界線の設定です。第2章で解説したように、じろじろ見てくる人の多くは、あなたに関する情報を収集しようとしています。この情報収集の対象を意識的に管理することが、視線ストレスの軽減に有効です。まず、SNS における情報管理です。自分の日常、外見、行動に関する情報をどこまで公開するかを意識的に選択しましょう。これは自己検閲や自由の制限ではなく、自分の情報に対する主体的なコントロールを持つということです。心理学の研究では、自分の情報開示を意識的にコントロールしている人は、そうでない人と比較して対人ストレスが低く、自己効力感が高い傾向があることが示されています。次に、物理的な距離と境界線の設定です。じろじろ見てくる人との物理的な距離を意識的に保つことは、視線ストレスの軽減に直接的な効果があります。座席の配置を変える、動線を変える、滞在する場所や時間帯を調整するといった工夫が有効です。これらは逃げているのではなく、自分の安全と快適さを守るための合理的な行動です。また、心理的な境界線の設定も重要です。この人の視線や言動は、私の自己評価とは無関係だという明確な心理的境界線を持つことで、視線があなたの内面に侵入する余地を減らすことができます。対処法4、身体を使った自己調整。4つ目の対処法は、身体を使った自己調整です。私たちは一般的に心が体に影響するという方向で物事を考えがちです。しかし神経科学の研究は体が心に影響するという逆の方向も同様に重要であることを示しています。姿勢と心理状態の相互関係は複数の研究によって支持されています。じろじろとした視線を感じたとき、多くの人は身体を縮め、視線を伏せ、できるだけ目立たないようにしようとします。しかしこの行動は脳に自分は脅威にさらされているというシグナルをさらに強く送ることになります。逆に意識的に背筋を伸ばし、肩の力を抜き、視線を適度に前方に向けることで脳への信号が変化し、ストレス反応が和らぐ可能性があります。また、横隔膜を使った腹式呼吸も非常に効果的です。ゆっくりとした腹式呼吸は副交感神経を活性化させ、扁桃体の過活動を抑制する効果があります。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて口から吐き出すという4、7、8呼吸法は、アンドリュー・ワイル博士が推奨する方法で、ストレス反応の即時緩和に効果があるとされています。対処法後、自己開示と共有、孤独を解消することの力。5つ目の対処法は、自己開示と共有です。視線のストレスは、一人で抱え込むことで重さが何倍にも増します。こんなことで悩んでいると思われたくない、大げさだと思われるかもしれないという恥の感覚が相談することを妨げます。しかし心理学的に見ると、信頼できる他者に自分の経験を話すことは、ストレス処理において極めて重要な役割を果たします。テキサス大学の心理学者ジェームズ・ペネ・ベーカーは、自分の困難な経験を言語化して他者に話したり、文章として書き出したりすることが、心身の健康に顕著なプラスの影響を与えることを長年の研究で示してきました。言語化するという行為は、感情と体験を処理し、意味を見出す助けになります。具体的には、日記に自分の感情を書き出すこと、信頼できる友人や家族に話すこと、専門家に相談すること、といったアプローチが有効です。また、同じような経験を持つ人々のコミュニティに参加することも、孤独感の解消と対処能力の向上に効果的です。自分だけが特別に苦しんでいるのではないという認識が、苦しみの強度を軽減する効果があります。対処法6、セルフコンパッションの実践。6つ目の対処法は、
セルフコンパッションの実践です。テキサス大学のクリスティン・ネフ博士が体系化したセルフコンパッションは3つの要素から構成されています。1つ目は自己への親切さです。視線のストレスで苦しんでいる自分に対して自己批判や自己攻撃ではなく、温かさと理解を持って接することです。なぜ自分はこんなことで苦しんでいるのかと自分を責めるのではなく、それは苦しいね、辛かったねと自分に言葉をかけるように接します。2つ目は共通の人間性の認識です。視線のストレスで苦しんでいることは自分だけの特別な弱さや欠点ではなく、多くの人が経験していることだという認識を持つことです。この認識が孤立感を軽減します。3つ目はマインドフルネスです。視線のストレスによって生じた不快な感情をそれに飲み込まれることなく、また否定することなく、ただ観察するように意識することです。ネフ博士の研究では、セルフコンパッションを継続的に実践した人々は対人ストレスに対する心理的な回復力が優位に向上し、自己批判と不安症状が軽減したことが示されています。対処法7、長期的な自己基盤の構築。自分の軸を育てる。7つ目の対処法は最も根本的なものです。それは長期的な視点で自己基盤を構築する、つまり自分の軸を育てることです。前の章で外的基準への依存から内的基準への移行が重要であることをお伝えしました。この移行を実現するためには、自分自身の価値観、強み、目的意識を明確にしていく継続的なプロセスが必要です。ポジティブ心理学の創始者マーティン・セリグマンが提唱したパーマ理論では、人間の幸福と心理的健康はポジティブな感情、没頭、良好な関係、意味、達成の5つの要素によって支えられるとされています。特に意味の要素は視線のストレスへの耐性と深く関連しています。自分の人生に明確な意味と目的を感じている人は、他者の視線や評価に対してより安定した心理状態を保てることが複数の研究で示されています。自分が大切にしている価値観を書き出してみること、自分の強みや得意なことを意識的に認識すること、自分が没頭できる活動や趣味に時間を投資すること、これらの積み重ねが視線のストレスに動じない心理的な土台を少しずつ形成していきます。これは1日や1週間で完成するものではありません。しかし、毎日少しずつ積み上げていくことで確実に変化が生まれます。視線のストレスへの対処は結局のところ、自分自身との関係を深めることと不可分なのです。この章では、視線のストレスから自分を守るための7つの対処法を詳しく解説しました。認知の再構成、グラウンディング技法、情報の管理と境界線の設定、身体を使った自己調整、自己開示と共有、セルフコンパッションの実践、そして長期的な自己基盤の構築です。次の章では、視線のストレスが特に深刻な影響を与えることがある子供時代から続く視線のストレスが成人した後の人生にどのような影響を与えるかという問題を扱います。第8章、幼少期の視線体験が大人の心に残すもの、記憶と癒しの心理学。これまでの章で視線のストレスの科学的メカニズムから対処法まで幅広く解説してきました。この章では特に重要なテーマに焦点を当てます。それは子供時代に受けた視線の体験が大人になった後の心と行動にどのような影響を与え続けるのかという問題です。幼少期の経験が人格形成に与える影響は心理学の中でも最も研究が蓄積されているテーマの一つです。そしてその中でも視線という非言語的な体験が持つ影響の深さは言語による体験と同等かそれ以上であることが示されています。もしあなたが子供時代から視線に対して強い不快感や恐怖を感じてきたなら、この章はあなたのために書かれています。子供にとっての視線、発達段階における意味。まず、子供の発達において視線がどのような意味を持つかを理解することから始めましょう。生まれたばかりの赤ちゃんは、生後わずか数時間で人間の顔、特に目に強い関心を示すことが知られています。これは発達心理学者のアンドリュー・メルツォフとキース・ムーアの研究によって示された事実で、人間が視線に対して反応する能力は生まれながらに備わっていることを示しています。赤ちゃんにとって、養育者の温かく肯定的な視線は、安心と愛情の最も直接的なシグナルです。あなたはここにいていい。あなたは大切だというメッセージが、言葉以前に視線を通じて伝えられます。この視線を通じた愛情の確認が、乳幼児期の健全な発達の基盤を作ります。逆に、養育者からの視線が乏しかったり、否定的な感情を帯びた視線ばかりだったりした場合、
子供の脳と心には深刻な影響が生じることが研究で示されています。ルーマニアの孤児院の子供たちを対象にした研究では、対人刺激全般が著しく不足した環境で育った子供たちに、脳の構造的な変化と情動調整の困難が生じることが示されました。幼少期の否定的な視線が作るトラウマでは、幼少期に否定的な視線にさらされることがどのような心理的影響を生むのでしょうか。臨床心理学者のダニエル・シーゲルは、幼少期のトラウマ的な対人体験が非言語的記憶として神経系に刻み込まれることを示しています。非言語的記憶とは、言語化できない形で保存される記憶のことです。あの時何が起きたかという言語的な記憶ではなく、あの時体がどう感じたかという身体感覚と感情の記憶です。幼少期に否定的な視線を繰り返し受けた経験は、この非言語的記憶として保存されます。例えば、クラスメイトから外見を嘲笑するような視線を向けられ続けた子供は、見られることそのものが脅威と結びついた形で神経系に刻み込まれます。そしてその記憶は、大人になった後も、視線を感じるたびに自動的に活性化されます。今この視線は特に悪意がないかもしれないと頭では分かっていても、体が反応してしまう。心拍が上がり、筋肉が緊張し、視線を避けたくなる。これは意志の弱さではなく、神経系に刻み込まれた過去の記憶が自動的に再生されている状態です。家庭内の視線ダイナミクス、親の視線が作るもの。子供が最初に経験する視線は、家庭という最も親密な環境の中で形成されます。家庭内における視線のダイナミクスは、その後の視線への感受性に深く影響します。過干渉や過保護の親を持つ子供は、常に観察監視されるという体験を日常的に積み重ねます。今何をしているの？その行動は間違っている。なぜそうしたのという視線と言葉が常にセットになった環境は、子供の中に見られることは批判されることだという無意識の等式を形成します。逆に、養育者からの視線や関心が著しく少ない環境で育った子供は、他者の視線を渇望する状態が形成されることがあります。見られることへの強烈な欲求と、同時に見られることへの恐怖という、矛盾した感情を持つようになることがあります。また、兄弟間の比較や差別的な視線も、視線への感受性に大きな影響を与えます。家族療法家のバージニア・サティアは、家族システム内でのコミュニケーションパターン、特に非言語的なコミュニケーションである視線と表情が、家族メンバーの自己評価に与える影響を長年にわたって研究しました。サティアの研究は、家庭内での否定的な視線パターンが、いかに深く子供の自己概念を形成するかを鮮明に示しています。学校という社会的な視線の場、幼少期の視線体験において、家庭と並んで重要な場所が学校です。学校は、子供が初めて家族以外の視線に大規模にさらされる環境です。クラスメイトの視線、教師の視線、部活動での視線、これらの視線体験が積み重なることで、社会における見られることへの態度が形成されていきます。特に深刻な影響を与えるのが、いじめに伴う視線です。集団による嘲笑的な視線、孤立させることで生じる無視という逆説的な視線の欠如、あるいは意地悪な視線でじっと観察され続けるという体験は、視線そのものを深刻なトラウマの源として神経系に刻み込みます。文部科学省の調査データは、いじめの被害を受けた子どもの多くが、その後の対人関係において持続的な困難を経験することを示しています。その困難の一部は、視線への過敏さという形で現れることがあります。教育心理学者のキャロル・ドゥエックの研究では、他者からの評価に頻繁にさらされた子どもほど、固定的な自己イメージを形成しやすく、変化や成長への柔軟性が低くなる傾向があることが示されています。大人になっても続く影響、トリガーとしての視線。幼少期の視線体験が大人になった後にどのような形で現れるか、具体的に見ていきましょう。まず、特定の視線のパターンがトリガーになるケースです。幼少期に特定のタイプの視線で傷ついた経験がある人は、大人になった後も同様のパターンの視線に対して強い感情的反応を示すことがあります。これは神経科学的に説明できます。脳の海馬と扁桃体は、感情的に強い体験の記憶を特別な形で保存します。その記憶は、類似したパターンの刺激があった時に自動的に活性化されます。これをトリガー反応と呼びます。視線がトリガーになっている人は、現在の視線そのものではなく、過去の視線体験の記憶に反応していることが多いのです。今この人は私を悪意を持って見ているかもしれないという判断が、実は過去にそのような目で見られた記憶から来ている可能性があります。これを理解することは、
現在の視線に対する反応をより客観的に評価するためにとても重要です。回避行動のパターン。視線を避けることの代償。幼少期の視線体験から生まれたトラウマ的な影響はしばしば回避行動として現れます。視線を感じる可能性がある場所を避ける、目立たない服装を選ぶ、姿勢を縮める、人の集まる場所を極力避けるといった行動です。短期的にはこれらの回避行動は不快な感情を和らげる効果があります。しかし長期的には回避行動は問題を解決するどころかむしろ悪化させることが臨床心理学の研究で繰り返し示されています。回避行動は視線が脅威であるという認識を強化し、その恐怖を増大させます。なぜなら回避することで視線の脅威に立ち向かい、それが実は大丈夫だったという体験を積む機会を失うからです。心理学ではこれを恐怖の強化サイクルと呼びます。回避すればするほどその対象への恐怖が増すという逆説的な現象です。癒しへの道筋。過去の視線体験を統合する。では幼少期の視線体験によって形成されたトラウマ的な影響を癒すためにはどうすればいいのでしょうか。まずナラティブセラピーです。これは心理療法士のマイケル・ホワイトとデイビッド・エプストンが開発した手法で、自分の人生の物語を意識的に語り直すことで過去の体験への意味付けを変えていくアプローチです。視線によって傷つけられた私という物語から視線という体験を通じて自分の感受性と強さを発見した私という物語への移行です。これは事実を変えることではなく事実の解釈と意味付けを変えることです。次に EMDR です。心理学者のフランシーン・シャピロが開発したこの手法はトラウマ的な記憶の処理に非常に高い効果が示されており、 WHO 世界保健機関も PTSD の治療法として推奨しています。幼少期の視線体験に由来するトラウマに対しても EMDR は有効なアプローチとなり得ます。またソマティックエクスペリエンシングも注目されています。ピーター・レビーンが開発したこの手法はトラウマが身体レベルで保存されているという理解に基づき、身体感覚への意識的な注意を通じてトラウマを処理するアプローチです。視線によるトラウマは特に身体反応として保存されていることが多く、このアプローチが有効なケースが多いとされています。自己への手紙。過去の自分を癒す実践。ここで一つ、すぐに実践できる具体的なワークをご紹介します。これは過去の自分への手紙というワークです。視線によって傷ついた体験の中で最も印象に残っているシーンを思い浮かべてください。その時の自分が何歳でどんな状況にいたかを具体的にイメージします。そして今の自分からその過去の自分への手紙を書いてみてください。その手紙の中でこんなことを伝えてみてください。あなたがあの時感じた恐怖と傷つきは本物だった。あなたがそう感じたのはあなたが弱かったからではない。あなたはその視線を受け続ける必要はなかった。今のあなたはあの時のあなたをずっと守りたかった。このワークは過去の自分への自己コンパッションを実践する方法として多くの臨床家が活用しています。書くことによる自己開示の効果とセルフコンパッションの効果が組み合わさり、過去の視線体験による感情的な負荷を軽減する助けになります。専門的なサポートを求めることの重要性。この章の最後に非常に重要なことをお伝えします。幼少期の視線体験に由来するトラウマはセルフケアだけで完全に解消できる場合もありますが、専門的なサポートが必要なケースも多くあります。もし視線への反応が日常生活に大きな支障をきたしている場合、公共の場に出ることへの強い恐怖がある場合、視線のことが頭から離れず睡眠や集中力に影響している場合、これらに当てはまる方は心理師やカウンセラー、精神科医に相談することを真剣に検討してください。専門的なサポートを求めることは弱さの表れではありません。それは自分の人生をより良くするための賢明な選択です。日本では公認心理師や臨床心理師によるカウンセリングが全国各地で提供されており、オンラインカウンセリングの選択肢も増えています。また各都道府県の精神保健福祉センターでは無料の相談窓口も設けられています。あなたが抱えている苦しみは一人で解決しなければならないものではありません。次の章では視線の問題を社会全体の文脈から捉え直します。第9章、社会と視線。なぜ現代社会は見る見られる関係に満ちているのか。ここまでの章では視線の問題を主に個人の心理という観点から見てきました。しかしこの章では視点を大きく広げて社会全体という文脈から視線の問題を捉え直していきます。なぜ現代社会において視線のストレスがこれほど普遍的な問題になっているのでしょうか。
個人の心理だけでは説明できない社会構造と文化が生み出す見る見られるという関係の真相に迫ります。監視社会の誕生、パノプティコンという概念。まず社会における視線と監視の関係を考える上で欠かせない概念から始めましょう。18世紀のイギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムはパノプティコンという監獄の設計図を考案しました。パノプティコンとは中央に監視塔を置き、その周囲に囚人の独房を円形に配置した建築構造です。この設計の巧妙さは監視者が常に全囚人を見渡せる一方、囚人は監視者の姿を見ることができないという非対称性にあります。そして最も重要なのは、実際に監視されていなくても囚人は見られているかもしれないという意識から自分の行動を自律的に規制するようになるという点です。フランスの哲学者ミシェル・フーコーは著書「監獄の誕生」の中でこのパノプティコンの概念を現代社会全体に拡張しました。フーコーによれば、学校、病院、工場、そして現代のデジタル社会に至るまで社会のあらゆる制度が見られているかもしれないという意識を通じて人々の行動を規制するパノプティコン的な構造を持っているというのです。この視点から見ると、私たちが日常的に感じる視線へのプレッシャーは単なる個人間の問題ではなく、社会構造そのものが生み出している圧力の反映でもあるということになります。デジタル時代のパノプティコン、監視の民主化と進化。フーコーがパノプティコンの概念を提唱した時代には存在しなかった現代特有の問題があります。それはデジタルテクノロジーによって監視の構造が根本的に変化したという点です。20世紀末まで監視は主に国家や権力機関による上からの監視でした。しかし21世紀のデジタル社会では監視は双方向化し水平化しました。監視カメラは都市の至るところに設置され、スマートフォンはいつでも誰でも写真や動画を撮影できるツールになりました。SNS は自分の日常を世界中に公開することを日常的な行為にしました。社会学者のデイビッド・ライアンはこの現象を監視の民主化と呼びました。かつては国家や権力者だけが持っていた監視の能力が一般市民にも広く分散したというのです。しかしこの民主化は必ずしも自由の拡大を意味しません。むしろ誰もが潜在的な監視者であると同時に、誰もが潜在的に監視される対象でもあるという、かつてない密度の相互監視社会が生まれたということです。この相互監視社会において、視線へのプレッシャーは24時間365日、物理的な空間だけでなくデジタル空間にまで及ぶようになりました。これが現代人の視線ストレスを過去の時代と比較にならないほど深刻にしている構造的な要因の一つです。外見規範という社会的圧力。誰が見方を決めているのか。視線の問題を社会的に考える上でもう一つ重要な概念があります。それは外見規範という社会的な圧力です。私たちがじろじろ見られると感じるとき、その背景には往々にして社会的に規範とされる外見からの逸脱という要素があります。フェミニスト思想家のナオミ・ウルフは1990年の著書美の神話の中で、女性の外見に関する社会的規範がいかに政治的経済的な力関係によって構築され維持されているかを分析しました。ウルフの主張は、外見規範は本質的なものでも普遍的なものでもなく、特定の時代と社会における権力関係の産物であるというものです。この視点から見ると、じろじろ見られることの不快感の一部は規範から外れていると判断されたという社会的なメッセージに対する反応でもあります。しかし、その規範自体が歴史的に変化してきた人工的な構築物であることを知ることは、視線のプレッシャーを相対化するための重要な視点を提供します。日本社会特有の視線文化、同調圧力と出る杭。この問題を考える上で、日本社会の文化的特性についても触れる必要があります。日本には出る杭は打たれるという言葉があります。集団の中で突出した個性や行動は、周囲からの視線と圧力によって強制されるという文化的な傾向を表しています。社会心理学者の山岸俊夫は、日本社会における同調圧力の強さを実証的に研究しました。山岸の研究では、日本人は欧米諸国の人々と比較して、集団内での逸脱行動に対する視線と圧力への感受性が優位に高いことが示されています。これは決して日本人の性格的な弱さではなく、日本社会の歴史的な構造の中で形成された文化的なパターンです。農耕社会として長く続いた日本の歴史の中で、集団の協調を維持することは生存戦略として極めて重要でした。そのため、集団規範からの逸脱を視線と圧力によって抑制する機能が
社会の中に深く組み込まれていったと考えられます。この文化的背景が日本社会における視線のプレッシャーを特に強いものにしている側面があります。ジェンダーと視線、非対称な視線の政治学、視線の問題においてジェンダーという要素は避けて通ることができません。フェミニスト映画理論家のローラ・マルビーは1975年に発表した論文視覚的快楽と物語映画の中で男性の眼差しという概念を提唱しました。この概念は映画における視点の分析から生まれましたが、その後社会全体における視線の非対称性を分析するための重要なフレームワークとして広く活用されています。マルビーの主張は、歴史的に社会における見る主体は男性であり、見られる客体は女性であるという非対称な権力関係が文化と社会の構造の中に深く埋め込まれているというものです。この非対称性は現代社会においても完全に解消されてはいません。ただしこの問題は単純に男性が加害者、女性が被害者という二項対立で捉えることはできません。男性も年齢、体型、外見的特徴などに関して否定的な視線にさらされます。そして全てのジェンダーが社会的な外見規範という視線のプレッシャーの中で生きています。重要なのは視線における権力関係の非対称性を認識しながら、全ての人が不当な視線から自由である権利を持つという原則を確認することです。見る文化と見られる文化社会による違い、視線の文化的な違いについて少し広い視点から見てみましょう。人類学的な研究は視線に関する規範が文化によって大きく異なることを示しています。例えば目を合わせることが敬意の表れとされる文化がある一方、目を合わせることが挑戦や無礼とされる文化もあります。この文化的な多様性は視線に関する規範が普遍的なものではなく、社会的に構築されたものであることを示しています。そして同時に私の文化における視線の規範が唯一の正しい規範ではないという認識は、視線のストレスを相対化するための有益な視点を提供します。社会変化の中の視線問題、これからの方向性、現代社会における視線の問題は今まさに変化の中にあります。性的な視線によるハラスメントへの社会的な認識が世界的に高まりました。障害を持つ人々、LGBTQ の人々、外見的な特徴を持つ人々への視線に関する議論も人権という観点から活発化しています。これらの社会的な変化は、じろじろ見るという行為が単なる個人の癖や習慣の問題ではなく、社会的な倫理と権利の問題であるという認識の広がりを示しています。しかし同時に、視線の問題の難しさは、見ることそのものを完全に規制することができないという点にあります。人間は社会的な生き物として、互いに見て、認識し合う存在です。視線の完全な排除は、社会的なつながりそのものを壊しかねません。大切なのは、視線の在り方について個人として、そして社会として継続的に問い直し続けることです。この視線は相手を尊重しているか、この視線は相手に不快感を与えていないか、この問いを日常的に持つことが、視線に関する社会的な成熟を促します。個人にできること、社会的な文脈の中での自己保護。この章の最後に、社会的な文脈を理解した上で個人にできることを整理しておきましょう。まず、視線のプレッシャーを感じたとき、それが個人の問題だけでなく社会構造の問題でもあることを認識することが重要です。自分がおかしいから見られているという自己帰属から、この社会には視線に関する様々な力学が働いているという社会的な理解への移行が心理的な負担を軽減します。次に、外見規範という社会的な圧力に対して批判的な目を持つことです。誰がこの規範を作り、誰がそれを維持することで利益を得ているかという問いは、外見規範に基づく視線のプレッシャーを相対化するための有効な視点です。また、コミュニティへの参加も重要です。視線のストレスを感じている人々が集まり、互いの体験を共有し、社会的な認識の変化を促す活動への参加は、個人の癒しと社会変革を同時に促進します。この章では、視線の問題を社会全体という広い文脈から捉え直しました。パノプティコン的な監視社会の構造、デジタル時代の相互監視、外見規範という社会的圧力、文化的な視線のパターン、そしてジェンダーと視線の問題、これらはすべて個人が感じる視線のストレスの背景にある社会的な力学です。あなたが視線のストレスを感じているとき、それはあなただけの問題ではありません。それは社会の構造と文化が生み出しているものでもあります。次の章では、視線の問題に対する最終的な向き合い方として、視線を超えた自由というテーマを扱います。第10章、視線を超えた自由、
本当の意味で自分らしく生きるための哲学。この台本もいよいよ最終章に近づいてきました。ここまで9つの章にわたって視線の科学、心理、社会的文脈を深く掘り下げてきました。この章ではそれらすべての知識と理解を統合して最も根本的な問いに答えます。視線のストレスから本当の意味で自由になるとはどういうことか。これは単なる対処法の話ではありません。どのように生きるかという哲学的な問いです。自由の2つの形、消極的自由と積極的自由。まず自由という概念について考えてみましょう。イギリスの哲学者アイザイア・バーリンは自由には2つの形があると述べました。一つは消極的自由です。これは外部からの制約や干渉がない状態を指します。視線のストレスの文脈で言えば、じろじろ見てくる人がいなくなる、視線にさらされる状況を避けられるという形の自由です。もう一つは積極的自由です。これは自分自身の主人であるという状態を指します。外部の状況がどうであれ、自分の思考、感情、行動を自分でコントロールできるという内的な自由です。視線のストレスからの真の解放はこの積極的な自由の獲得にあります。なぜなら消極的自由、つまりじろじろ見てくる人が完全にいなくなる状況を作り出すことは現実の社会生活の中では不可能だからです。しかし積極的自由、つまり視線があっても自分の内側で揺さぶられない状態は確かに育てることができます。ストア哲学の知恵、コントロールできることとできないこと。この積極的自由の概念は古代ギリシャのストア哲学と深く共鳴しています。ストア哲学の代表的な思想家エピクテトスは人生において最も重要な区別として自分のコントロール下にあるものと自分のコントロール下にないものを明確に分けることを挙げました。自分のコントロール下にあるものは何でしょうか。自分の考え方、自分の判断、自分の行動、自分の感情への向き合い方、これらは自分の領域です。自分のコントロール下にないものは何でしょうか。他者の視線、他者の判断、他者の行動、社会の評価、これらは自分の領域の外にあります。エピクテトスはこう述べています。もし人がコントロールできないものに苦しめられているなら、それはその人が無知だからではなく、コントロールできないものをコントロールしようとしているからだ。視線のストレスに当てはめてみましょう。他者がじろじろ見てくるという行為は、あなたのコントロール下にありません。しかしその視線に対してどう解釈し、どう感じ、どう行動するかは、あなたのコントロール下にあります。この区別を明確に意識することが、視線への反応を根本から変える哲学的な基盤になります。アドラー心理学の課題の分離、視線問題への応用、エピクテトスのストア哲学と非常に近い視点を現代心理学の中に見出すことができます。アルフレッド・アドラーの心理学です。アドラーが提唱した課題の分離という概念は、人間関係における苦しみの多くが自分の課題と他者の課題を混同することから生じるという洞察に基づいています。視線の問題に応用するとこうなります。あなたをじろじろ見るかどうかは相手の課題です。その視線があなたの自己評価を決めるかどうかはあなたの課題です。相手がどんな視線を向けようと、それはあなたの価値を何一つ変えることはできません。なぜなら、あなたの価値は他者の視線によって決まるものではないからです。アドラーが生涯をかけて示したのは、人間の価値は社会的な評価や他者の承認とは無関係に存在することそのものの中にあるという哲学的な確信でした。他者に嫌われることへの恐怖が人を縛り付けるのと同様に、他者の視線への恐怖も人を縛り付けます。その縛りから自由になるためには、他者に嫌われることがあっても、それは自分の価値とは無関係だという哲学的な確信を、知識としてではなく体感として持つことが必要です。実存主義の視点、眼差しと自由の問題、視線と自由の問題を考える上で、実存主義哲学も重要な示唆を与えてくれます。フランスの哲学者ジャンポール・サルトルは、著書存在と無の中で他者の眼差しという概念を深く探求しました。サルトルによれば、他者の視線は私たちを物として固定化する力を持つと説かれています。サルトルは主張、存在と無、1943年の中で他者の視線を意味するルルガールという概念を実存主義哲学の核心に据えました。私たちは普段、自分自身を自由に選択し、行動し、意味を作り出していく主体として経験しています。しかし他者の視線を受けた瞬間、その自由な主体としての感覚は突然に崩れ去り、私たちは外側から見られ、判断され、定義される核体へと転落してしまうとサルトルは論じました。この主体から核体への根本的な転換をサルトルは対他存在と呼びました。
つまり他者の視線の中で初めて私は自分の外側に自分のイメージが存在するという奇妙な経験をするのです。自分では自由で可能性に満ちた存在だと感じていても、他者の眼差しの中では特定の属性を持つ固定された人間として映し出されてしまいます。サルトルが存在と無の中で提示した最も有名な思考実験がカニ穴を覗く人の場面です。廊下に立ち、カニ穴から隣室の様子を覗いている人物を想像してください。その人物は覗くという行為に完全に没頭しており、自分が何者であるかという自意識は全く存在していません。ただ行為があるだけであり、そこに自己反省はありません。ところがその瞬間、廊下の奥から足音が聞こえてきたとします。誰かがこちらに向かってきている。もしかすると今この自分の姿を見られているかもしれないという気づきが走った瞬間、その人物の意識の構造は根底から変容します。つい一瞬前まで行為の主体であった自分が、突如として廊下でカニ穴を覗いている恥ずかしい人間という固定されたイメージを帯びた核体として自分自身を意識するようになるのです。この瞬間に生じる感情をサルトルは恥と名付けました。サルトルにとって恥とは単なる道徳的な感情ではありません。それは他者の視線によって自分が核体として固定化されたという事実を身体と感情の全体で直接的に体験する存在論的な出来事です。恥を感じるとき、私たちは他者の眼差しの中に自分が映っているという現実を論理ではなく感覚として突きつけられるのです。さらにサルトルは他者の視線は私から自由を奪う力を持つと論じました。視線を受ける前の私はまだ何にでもなれる可能性を持つ存在です。しかし視線を受けた後の私は〇〇な人間、〇〇をする人として特定の性質を他者によって付与され固定されてしまいます。この固定化こそがサルトルの言う物化であり、他者の視線は人間を自由な主体から固定された物体へと変換する力を持つというのです。この議論はサルトルが同じく論じた地獄とは他者であるという有名なテーゼと深く連結しています。これは他者を憎めという意味ではありません。他者の存在そのものが私の自由な自己定義を絶えず脅かし、私を固定しようとする力として立ち現れるという人間存在の根本的な緊張関係を指し示しているのです。サルトルはさらにこの視線をめぐる関係が対照的ではないことを強調します。私が他者を見るとき、私は主体として他者を核体化します。しかし他者が私を見返すとき、今度は私が核体化されます。この主体と核体の絶え間ない交代こそが人間関係の根本的な葛藤の構造であり、誰も完全な主体として安定し続けることはできないとサルトルは述べます。この哲学的洞察を現代の視線ハラスメントや職場での監視的視線の問題に重ねると、深い示唆が浮かび上がります。じろじろ見てくる人が行っていることは単なる失礼な行為ではありません。それはサルトルの言葉を借りれば、相手の自由と主体性を視線によって奪い、相手を物として固定化する権力行使に他なりません。だからこそ視線を向けられた側が感じる不快感、恐怖、怒り、恥は過剰反応でも被害妄想でもなく、自分の主体性が侵害されているという実存的な感覚の正当な表れなのです。サルトルのこの洞察が私たちに与える最大の贈り物は、他者の視線によって定義された自分を最終的な自分だと受け入れる必要はないという確信です。他者がどのようなイメージを自分に投影しようとも、私は常に自分の自由を取り戻すことができる。視線によって固定されることを拒否し、自分自身を再び主体として選び直すこと。それがサルトルの実存主義が私たちに示す視線からの解放への道筋です。この視点を持つことで、じろじろ見てくる人の視線は私の価値を決める判決ではなく、その人の内的世界が外に漏れ出た現象として捉え直すことができるようになります。見られることへの恐怖は消えないかもしれませんが、その視線に自分の存在価値を委ねる必要はないという確信が少しずつ育まれていくでしょう。第11章、視線から自由になる哲学的実践的思考法。ここまでの10章を通じて、私たちはじろじろ見てくる人という日常的な現象、脳科学心理学社会学哲学トラウマ研究労働問題承認欲求幼少期体験監視社会構造という多角的な視点から丁寧に解き明かしてきました。そしてサルトルが示したように、他者の視線は私たちを物として固定化する力を持つ一方で、私たちには常に自分の主体性を取り戻す自由があることも確認しました。この最終章では、これまでの全ての知見を統合し、視線から真の意味で自由になるための哲学的思考法と実践的アプローチを一つ一つ丁寧に提示していきます。まず哲学的土台として、
古代ローマのストア哲学者エピクテトスの言葉から始めましょう。エピクテトスはエンケイリディオンの冒頭でこう述べています。物事には私たちの力の及ぶものと及ばないものがある。私たちの力の及ぶものは意見動機欲求忌避である。私たちの力の及ばないものは身体評判地位、そして他者の行動である。他者がどこに視線を向けるかは完全に私たちの力の及ばないものに属します。しかしその視線を受けた時に自分がどう解釈し、どう感じ、どう行動するかは私たちの力の及ぶものに属します。この区別を明確に意識するだけで視線へのストレス反応は根本的に変容し始めます。アルフレッド・アドラーは人間の悩みのすべては対人関係の悩みであると述べた一方で、課題の分離という概念を通じて他者の評価や視線は相手の課題であり、自分の課題ではないと明確に線引きすることを勧めました。他者が自分をどう見るかをコントロールしようとすることは砂に水を注ぐような消耗です。自分がコントロールできる領域に集中することが精神的エネルギーを守る最も賢明な方法です。エマニュエル・レヴィナスはサルトルとは異なる視点から他者の視線を論じました。レヴィナスにとって他者の顔は私に無限の倫理的責任を呼びかけるものです。他者を見るということはその人の顔の中には私を傷つけないでほしいという無言の訴えを受け取ることであり、視線は支配の手段ではなく倫理的な出会いの場でなければならないと彼は説きました。じろじろ見てくる人はこのレヴィナス的な倫理を踏みにじっているのであり、問題は見られる側ではなく見る側にあることが改めて明確になります。アイザイア・バーリンが提唱した消極的自由の概念もここで有効です。消極的自由とは他者による干渉からの自由を意味します。評価的、監視的な視線は私の心理的空間への侵入であり、消極的自由の侵害です。自分がその侵害を受けていることを明確に認識することは自己防衛の第一歩となります。実践的思考法の第一は視線の脱個人化です。じろじろ見てくる人の視線を私に向けられた個人的な攻撃として受け取るのではなく、その人の内的世界が外部に漏れ出た現象として最低にする練習です。第2章で学んだ7つの心理パターンを思い出してください。視線の背後には優位性の確認、嫉妬、警戒、好奇心、社会的比較、承認欲求の外交化、支配欲求のいずれかが存在しています。どのパターンが当てはまるかを静かに分析することで、感情的な反応から認知的な観察へとシフトすることができます。実践的思考法の第2は身体を怒りとして使うことです。視線を感じた瞬間に、足の裏が床についている感覚、呼吸の動き、手のひらの温かさなど、身体の具体的な感覚に意識を向けるグラウンディングの技法は、価格性状態を速やかに鎮めます。ジョン・カバット人が開発したマインドフルネスストレス低減法 MBSR の研究では、身体感覚への注意集中が扁桃体の過活性を抑制し、感情調整能力を高めることが示されています。実践的思考法の第3は自己物語の再構築です。ダン・マクアダムスの物語的アイデンティティ理論によれば、人は自分の人生を一つの物語として解釈しており、その物語の枠組みが現実の体験の意味を決定します。私はいつもじろじろ見られるかわいそうな人間だという物語から、私は視線を引き寄せるほどの存在感と個性を持っている人間であり、その視線への対処法を学んで成長している人間だという物語へと書き換えることは、単なる前向き思考ではなく、科学的に裏付けられた認知変容のアプローチです。実践的思考法の第4は価値観に基づく行動です。アクセプタンス&コミットメントセラピーアクトの創始者スティーブン・ヘイズが強調するように、不快な感情や思考を完全に消去しようとすることは多くの場合逆効果です。視線への不快感を感じながらも、自分が大切にしている価値観、誠実さ、創造性、人への貢献、学びへの情熱などに沿った行動を続けることで、視線ストレスは人生の主役の座から脇役へと退いていきます。実践的思考法の第5はセルフコンパッションの実践です。クリスティン・ネフの研究が一貫して示しているように、自分自身に対して友人に接するような優しさと理解を向けることができる人ほど、他者の評価や視線に対して動じにくく、視線ストレスからの回復も早いことが分かっています。視線に傷ついたとき、なぜこんなことで傷つくのか、弱い自分だと自己批判するのではなく、視線で傷つくことは人間として自然な反応だ。今自分は辛いと感じている。それで良いと自分に語りかける習慣が、長期的な心理的強靭性を育てます。実践的思考法の第6は意味の付与です。ビクトール・フランクルは極限状態の中でも人間は苦しみに意味を見出すことができると述べました。視線で苦しんだ経験は、
他者の痛みへの共感力を深め、同じ苦しみを抱える人々への理解と支援の源泉となります。苦しみを無駄にしないという選択が、苦しみそのものを変容させる力を持つのです。実践的思考法の第7はコミュニティへの参加です。同じような体験を持つ人々とつながり、自分の体験を語り、他者の体験を聞くことは、視線問題が私だけの特殊な問題ではないという認識をもたらします。ジョン・カシオポの孤独研究が示すように、孤立は視線への過敏さを増幅させますが、つながりはその感受性を和らげます。これら7つの実践的思考法は、一夜にして習得できるものではありません。しかしそれぞれを少しずつ日常の中に取り入れていくことで、視線への反応は確実に変わっていきます。重要なのは完璧を目指すことではなく、昨日の自分より少しだけ自由でいられる今日を積み重ねることです。最終章、エンディング。視線を超えた自由へ。この動画をここまでご覧いただいたあなたに、心から感謝を申し上げます。序章から第11章まで、私たちはじろじろ見てくる人という一見すると些細に思える日常の現象が、実は人間の存在の根本に触れる深いテーマであることを確認してきました。視線は脳の扁桃体を刺激し、ストレスホルモンを分泌させる生理的な力を持っています。視線の背後には優位性の確認、嫉妬、警戒、好奇心、社会的比較、承認欲求、支配欲求という7つの心理パターンが潜んでいます。視線への感受性は幼少期の愛着体験と深く結びついており、成人後も長期にわたって影響を与え続けます。監視社会の構造は、個人が感じる視線のストレスを増幅させる社会的な文脈を形成しています。そしてサルトルが示したように、他者の視線は私たちをものとして固定化しようとする力を持ちますが、私たちには常に主体性を取り戻す自由があります。視線への敏感さを持つあなたへ、一つ伝えたいことがあります。その敏感さは弱さではありません。他者の状態を細かく読み取る能力、空気を読む力、場の変化を察知する能力、他者の痛みに共感する力、これらはすべて視線への感受性という同じ根から育っています。あなたの感受性はあなたの豊かさの証です。視線の痛みはあなたの価値とは無関係です。どれほど多くの人にじろじろ見られようとも、それはあなたの存在価値を何一つ変えません。見られることと価値があることは全く別の次元の話です。回復は直線的ではありません。今日は視線が怖くなかったのに、明日はまた怖くなることがあるかもしれません。それは失敗ではなく、回復の自然なリズムです。2歩進んで一歩戻ることを繰り返しながら、私たちは少しずつ自由になっていきます。ここで、2人の実際の体験に基づく回復の物語をご紹介します。30代の女性 A さんは、職場で上司からの監視的な視線に長期間さらされ、出勤するだけで動悸が止まらない状態になっていました。彼女が最初に取り組んだのは記録でした。視線が不快だった場面を毎日簡単にノートに書き留めることで、感情の渦の中にいた自分が少しずつ観察者の視点を持てるようになっていきました。次に彼女は信頼できる同僚に状況を打ち明け、自分の体験が気のせいではないという確認を得ました。そして第7章でご紹介した課題の分離の考え方を日常的に練習し、上司がどこを見るかは上司の課題だという認識を少しずつ身体になじませていきました。半年後、彼女はまだ完全に動機がなくなったわけではないけれど、視線が気になっても仕事に集中できる時間が増えたと話してくれました。40代の男性 B さんは、幼少期から過干渉な母親の視線の中で育ち、誰かに見られているという感覚が常につきまとう状態で大人になりました。彼はカウンセリングを通じて、自分の視線への過敏さが幼少期の愛着体験と深く結びついていることを初めて言語化できました。その理解が得られた瞬間、彼は自分がおかしいのではなく、自分には当然の背景があるという安堵を感じたと述べています。その後彼は自分の体験をブログに書き始め、同じような体験を持つ人々からの共感のコメントを受け取ることで、孤立感が大きく和らいでいきました。彼はまだ視線が気になることはあるけれど、それがもはや人生を支配する恐怖ではなくなったと語っています。視線から自由になるとは、視線を完全に感じなくなることではありません。視線を感じても、それに自分の主体性を奪われなくなることです。視線が来ても、自分が自分であり続けられることです。エピクテトスが言ったように、他者の視線はコントロールできません。しかし自分の反応はコントロールできます。アドラーが言ったように、他者の評価は相手の課題です。自分の課題は、自分らしく生きることです。サルトルが示したように、視線は私たちを固定化しようとしますが、
私たちは常に自分を再び選び直すことができます。レヴィナスが語ったように、本来の視線は支配ではなく倫理的な出会いであるべきです。この動画で学んだことを、明日からの日常の中で少しずつ試してみてください。完璧にやろうとしなくて構いません。一つだけでいい、たった一つの気づきが、あなたの視線との関係を少し変えるかもしれません。視線の痛みを知っているあなたは、他者の痛みにも気づける人です。その感受性を大切にしながら、どうか自分自身に優しくあってください。今日もこの動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が少しでもお役に立てたと感じていただけたなら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると大変励みになります。コメント欄に自分もこういう体験がある、この考え方が参考になったなど、ぜひあなたの声をお聞かせください。それでは、またお会いしましょう。